水道施設、されど水道施設。みんなはダムに行ったことがあるだろうか。今回来たのは広島県呉市にある本庄ダムなのだ。通称本庄水源地という。ダムの魅力を一言にするなら、巨大建造物の迫力と大自然に挑む人間の物語なのだ。ダムの数だけ多くの物語が存在していて、本庄ダムは明治後期に海軍の急速な拡大によって発展し、水不足になった呉市を支えるために作られた施設。帝国海軍により計画され、1912年に着工、1918年に完成。高さ25メートル、長さ97メートルの重力式コンクリートダムで、竣工当時は東洋一と称される規模なのだ。ロードスターと桜の組み合わせは良き良き。さて、本庄ダムだけど、軍用の水源地と整備されただけあって、濁水処理やろ過システム、治水設備は当時最新技術の塊。余った水は呉市民に分与され、安定供給となったのだ。その長い歴史で、1999年に本庄ダムは稼働中の水道施設として全国で初めて重要文化財に指定されたのだ。普段は立ち入り禁止の本庄ダムだけど、桜の季節だけ一般開放されるので今回来てみたのだ。そこそこ雨だけどね。ということで桜エリアに到着。雨の日なので誰もいなくて反対に快適。あくまで水源地の施設なので飲食は禁止。ゆっくり桜と風景を楽しめる場所なのだ。これがダムの上からの眺め。ダムが崩壊したらロードスターが流されちゃう。そんな妄想をしながら景色を楽しもう。ダムを横から見た時に、よくもあんなコンクリートの壁一枚で水圧を支えているなぁと感心する。本庄ダムの水量は東京ドーム約2杯分は分かりにくいので、25メートルプール約5333杯分、つまり20万人の生活用水数日分は賄える規模なのだ。一般公開されるのはここまでで、これ以上は近づけないようになっている。この小島は水神さん。ダム建設以前から存在した水の神を祀る場所で、ダム建設後も島として残されているのだ。元軍施設としても異例のよく整備された景観で、石張りのダムは美しく、周辺には桜を植えて、そして現在も重要な施設として使われているのだ。この先も行ってみたいな。そろそろ次に行ってみよう。公開される場所は小さいので、ゆっくり歩いても1周5分。これだけでは足りないので、次の桜スポットに行ってみよう。正面に見えている3ガジのスポット。こっちは公園になっていて飲食可能。BBQ は無理だけど、お弁当を持ってピクニックもできるよ。レイクパーク本庄に到着なのだ。去年来た時は花見でとてもにぎわっていた公園。今年は誰もいなくて快適。雨ごときで花見をしなくなるとは。日本人の桜への愛はそんなものなのか。美しいぜ。
桜の天井なのだ。どんより曇りと雨と桜の独り占めは最高なのだ。誰もいないといろんな撮影が試せるのだ。対岸にも桜、そして広がる住宅街、山の上に造成された地域なのがよくわかる。この光景なんか好き。言語化できないけど。今回のドライブはあいにくの雨とは言えないのだ。雨だからこそ人に邪魔されずゆっくり桜が楽しめ、自由に撮影できて雨に滴る桜の美しさを知れる。晴れの日もいいけど、あえて雨の日にお散歩に行くのはいかがだろうか。そして最後にこの雨の日の音でお別れなので、今のうちにチャンネル登録しておくのだ。今回の動画は楽しんでもらえたかな？ YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく、現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら、下の概要欄から買い用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録、コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なのでこれからも応援よろしくお願いします。